あなたは四十七士の伝説を聞いたことがありますか？もしなければ、これから日本史上最も有名な物語の一つ、悲壮で感動的な物語を知ることになります。これは実際に起こった出来事で、江戸時代初期の話です。今でも忠義と武士道精神の象徴とされています。今なお世界中を驚かせています。今日はこの四十七士の事件の真相、下人から衝撃的な結末まで全てをお話しします。1701年、江戸城において朝の長則藩主は京都からの勅使を迎える役目を命じられました。しかし問題は、宮中の作法を誰も彼に教えなかったことです。彼に作法を指導する役目だったのが儀式担当の吉良義仲でした。しかし吉良は賄賂好きで人を侮辱することで有名でした。そして案の定、浅野を激しく侮辱し始めました。ついに浅野は越えきれず、吉良に刀を抜いて切りかかりました。それも将軍の城内で。浅野は吉良を殺せませんでした。しかし法によれば、城内での武器使用と暴力は大罪。浅野はその日のうちに切腹を命じられました。彼の300人以上の家臣は浪人、主君を失った武士になったのです。誰もが事件は終わったと思っていましたが、そのうち47人の浪人が密かに復讐計画を立てていました。佐野の右腕である大石内蔵助の指導の下、彼らは農民、大工、酒浸り、遊び人などに身をやつして散り散りになりました。その間、大石は毎晩酔っ払いのふりをし、村人たちに軽蔑されていましたが、実は人生で最も重要な役を演じていたのです。敵に諦めたと思わせ、無駄な人生を送っているように見せかけることでした。1年以上にわたり、彼らは吉良の一挙手一投足を監視し、屋敷の地図を描き、交代の時間を記録し、内部に人を潜り込ませました。ここまで面白いと思ったら、ぜひライクを押してくださいね。そしてチャンネル登録して、日本のドラマチックで本当の歴史や伝説の物語をもっと楽しんでください。1702年12月14日の夜、江戸に雪が降り積もる中、四十七士は亡霊のように吉良の屋敷に現れました。彼らは二手に分かれ、一方は塀を越えて内部へ、もう一方は正門を包囲しました。武器は隠され、合図は遠くの太鼓でした。
襲撃は数十分で行われました。万平は倒されましたが、武器を持たない使用人は殺さず、ただ一人キラを探しました。最後に彼を納屋で発見しました。大石はキラに名誉のために自害せよと勧めましたが、キラは拒否。こうして彼は斬首されました。ビーラの首は箱に収められ、浅野の墓がある泉岳寺へ直ちに運ばれました。忠義の証として。この事件は日本中を震撼させました。一方で彼らは法を破り独断で行動しました。しかし同時に武士道の精神、最後の一息まで忠義を尽くす姿を示しました。将軍徳川綱吉は誠実と正論の狭間で特別な決断を下ろしました。四十七士は犯罪者として処刑されず、名誉ある切腹が許されました。そして彼らは主君の隣に泉岳寺に葬られました。毎年日本人はそこに参拝します。彼らが人を殺したからではありません。彼らが私たちに命よりも大切なものがあると思い出させてくれるからです。300年以上が過ぎても47史の物語は生き続けています。文学、歌舞伎だけでなく、日本人の心に忠義の象徴として刻まれています。そしてこの物語から世界は侍という概念を単なる戦士ではなく理想のために生き死ぬ人々として知りました。あなたは映画や本で見ることができますが、忘れないでください。この物語は本当にあった出来事なのです。この動画が価値あると思ったら、ぜひライク、サブスクライブ、ベルをオンにして他の魅力的な歴史物語もお見逃しなく。